皆さん、ごきげんよう、上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら、下記の質問がありました。今回は、こちらの質問にお答えしたいと思います。それでは、早速行ってみましょう。質問1、動画編集のビタというアプリが、開けません。勝手に落ちてしまいます。アップデートや再起動など試しましたけど、一向に開かず、もしかして、もうアプリ終了してるんですか ?2022 年8月1日。ということなんですが、最近のビタは確かに重たいですね。私は iPhone SE2 なんですが、どうもこれは機種を高機能のものに変えたら治るかと思ったんですが、治らないようです。なので、重くならないように、なんとか運用で工夫できないのかな、と思ったらできました。できるんかい。早く言ってよ。なんと今回、ベースとなる背景に動画を使用すると、極めて遅くなるということを発見しました。つまり背景ベースを白か黒などの静止画にすれば遅くならないということを発見したのです。もちろん白か黒ではなくて風景写真などの静止画にしても全く問題ありません。しかし、それじゃあ背景を動画にしたいときはどうするのよということなんですが、これも解決策はあります。つまり背景は静止画にして、動画はピクチャーインピクチャー PIP で挿入すれば重くなることはないということを発見しました。つまり背景は白か黒の画像にして、その上に PIP で動画を重ねてしまえば、今までと全く同じように使用することができるということです。しかしこの方法は、ただ一つ問題があります。ビタの場合、レイヤー多層重ねは、一度に3つまでしか重ねることができません。つまり PIP で背景にする動画を挿入するのにレイヤーを1つ使ってしまうと、あと2つまでしか同時に静止画やスタンプ、動画を重ねることができないのです。キャップカットの場合、レイヤーは5つまで重ねることができますが、これがビタの場合、標準で3つまでしか重ねられないものが重くならないために1つ使ってしまうので、実質レイヤーは2つまでしか重ねられないということになってしまうんですね。まあこれはちょっと使い勝手が悪くなりますが、背に腹は変えられませんよね。まあバージョンアップで改善されるまでこれで耐えるしかないですかね。しかしまあ、ビタというアプリは昔から重たいアプリだなとは思っていました。しかし今回、この重たいアプリを早くする方法を発見できただけでもラッキーと思うしかありませんね。ビタさん、なんとかしてちょうよ。まあユーザーは待つしかありません。以上です。